フィギエモンです。新年明けましておめでとうございます。今日は昨年の感謝とフィギュアスケート愛を込めて新年企画として2021年フィギュアスケート界に起きる10の変化というテーマでお話していこうと思います。昨年10月10日にこのチャンネルを開設して、この動画が動画投稿40本目になります。この3ヶ月でかなりの方にご視聴いただいていて、日本からはもちろん世界中の方々からたくさんのコメントをいただくことができました。私はコメントが本当に嬉しくて、コメントを読みながら時には泣いたり笑ったりしています。ぜひあなたも何か思うことがあったらコメントしていってくださいね。そして今年もこのフィギエモンの地球儀をよろしくお願いします。さて、皆さんクリスマスの全日本選手権本当に楽しかったですよね。私は海外組の羽生結弦選手をはじめ、紀平梨花選手、宮原知子選手などのシンプルを見ることができたのが一番楽しかったです。そして同時にロシア選手権も行われていましたよね。皆さんご覧になりましたか？ここではアンナ・シェルバコワ選手がショートプログラム 80.31、フリースケーティングで 183.79 点、総合 264.10 点で優勝しました。ちなみに2020年全日本選手権男子シングルに出た場合は総合4位という得点になるんですね。もちろん大会が違いますし、全日本選手権もロシア選手権も国内大会なので比べるのはおかしいって思う方もいるとは思います。ですが単純に得点を比べてみると4位になるっていうのは女子選手なのに本当に驚きです。日本の男子はおそらく今世界一レベルが高いので、世界一レベルの高い男子大会に混ざった時の順位っていう風に思うと余計にね、凄みが増してきます。そしてシェルバコワ選手の技術点は 106.70 点と宇野昌磨選手の 98.23 点より8点ほど高いんですよね。ちなみに羽生選手の技術点は 118.61 点です。羽生選手は別格とはいえ女子選手とわずか12点ほどしか違いません。この12点はジャンプ1本分って考えるとわずかな差とも言えますよね。そしてスケートアメリカのネイサン・チェンの技術点は 95.18 点でした。シェルバコワ選手と比べても11点低いことになります。ネイサン選手はこの時最高の出来とは言えないとは思いますが、フリーの得点で 187.98 点と4点程度しか差がありません。これはね、2021年のフィギュアスケート界にとってかなり注目すべきことなのではないでしょうか。ではこれを踏まえてフィギュアスケート界に起きる10の変化をお話ししていきますね。これはあくまで私の予想なので、それを踏まえて聞いていただければと思います。1、女子選手のプログラムの男子化。今、ロシア選手が本当に恐ろしいことになっています。アンナ・シェルバコワ選手の話をしましたが、その他にも現在14歳のカミラ・ワリエワ選手が12月のロシア選手権で2位になっています。この選手はなんとトリプルアクセルと両手上げ4回転トーループが飛べる選手です。加点女王っていう風に呼ばれてるほどの両手上げが本当に美しいジャンプで、2020年衝撃的なデビューをしました。そして紀平選手が全日本選手権で4回転サルコーとトリプルアクセルのコンビネーションを成功させて優勝しました。この得点は 234.24 点と全日本の男子に入るとなんと5位の佐藤俊選手の後の6位になります。こんな感じで恐ろしいほどの女子のプログラムの男子化が進んでいます。2021年はこの状況に拍車がかかることだと思います。国際大会の女子で1位を取るには
ショートで90点前後、フリーで190点前後がマストとなる世界がすぐそこまで来ています。これはね、楽しみでもありますけれども、ちょっと怖くもある得点だなっていうふうに感じてしまいます。2、羽生結弦選手の注目度が増す。今のところ北京オリンピックは開催予定ということで進んでいます。東京オリンピックが開催された場合はおそらく開催されるとは思いますが、東京オリンピックが開催されなかった場合、北京オリンピックの開催も危うくなるでしょうね。今回のウイルス騒ぎの影響で世界の国際大会は行われたとしても無観客の試合が続いていくのではないかと予想しています。そうなると人々は楽しみが少なくなって少しでも楽しめるものへと強い関心が出てくるでしょう。今まで忙しくて羽生選手のことは好きだけど演技をじっくり見る機会がなかったっていう人も家でゆっくりエンターテインメントとして注目されている羽生選手の演技を見る人が増えるんじゃないかなって思います。そうなると羽生選手への関心がより強いものとなり注目度が増していくのではないかと思うんですよね。私は実際2020年はいつもの年よりもフィギュアスケートをじっくり見ることができたんじゃないかなっていうふうに感じています。3、国際大会で男子シングルが試合の砦ではなくなる。先日の全日本選手権で驚いたことの一つが国際大会で女子が競技の最後になっているっていうことでした。考えてみれば羽生選手が別格の人気があるだけで羽生選手が出る試合となればトリは男子であるべきだと考えます。でも人気の選手の数というふうに思うと女子の方が多いかもしれないですよね。日本の女子で言えば特別強化選手が男子3人しかいないことに比べて女子は5人います。それに世界的に見ても女子の方が人気選手の数が多いと言えますよね。だからこれからの国際大会で女子が競技の最後になることが増えるのではないかと考えました。4、世界最高得点の更新です。2020年世界選手権が中止になった影響もありますが、世界中のトップ選手が独自のトレーニングをして成果を上げている選手が大勢いる印象です。先ほどお話ししたロシア選手権、全日本選手権の演技の出来や得点を見ても、おそらく2021年世界選手権が行われた場合に必ず世界最高得点が出ると言っていいでしょう。国際大会で一番大きい大会の最後が2019年の世界選手権ですが、男子1位のネイサン・チェンが出した得点はショートプログラム 107.40、フリースケーティング 216.02、総合で 323.42 でした。女子1位のアリーナ・ザキトワが出した得点はショートプログラム 82.08、フリースケーティング 155.42、総合 237.50 です。明らかに現在各選手が出している得点の方が上ですので、これはどんなスコアで世界記録が生まれるのかが楽しみですよね。5、アイスダンスの放送が増える。これは日本に限っての話ですが、高橋大輔選手がアイスダンスに転向した相乗効果によりテレビ放送が増えるっていうことです。今までアイスダンスは日本が弱いこともあってあまり放送されることがありませんでした。でもこの機会にアイスダンスが注目されるようになって、アイスダンスってそもそもどんな競技なのって思う人も増えるでしょう。そこでアイスダンスのテクニカルな話題を含めてトップ選手のビデオなど紹介してくれる機会が増えそうです。アイスダンスファンにとってはまたとない年になりそうですよね。6、衣装がシックな色やデザインになる。やはりこのウイルス騒ぎの影響で試合が開催されたとしても選手の気持ちが今までとは違ったものになっていることが考えられます。今までの試合で優勝する、金メダルを取るということだけに目標を置いていた選手も多くいたでしょう。でも練習さえままならない状況を経験した選手は試合に出るだけで喜びだっていう人が増えて、
自分の演技を見ている人の心を動かすことが目的の一つっていう風になるのではないでしょうか。そうなると、目で見て楽しんでほしいと思うこともありますが、感情に訴えかける演技となると、派手なものというよりは深いシックな色合いが演技に似合うような気がします。そんな意味で衣装がシックな色やデザインが多くなると予想してみました。あなたはどう思いますか？ 7. ファン同士の SNS でのやり取りが増加する。フィギュアスケートの素晴らしい演技を見たときに、感じたことを誰かに伝えたいって思ったことがあなたにはあるのではないでしょうか。私はいつもそうです。私が感じたこと、私が思ったことを伝えたい。そして他の人がどう思っているのかを知りたい。この状況だといつも試合生観戦した人でも家でフィギュアスケートを観戦しているっていう方がものすごく増えていると思います。そんな中でおそらく選手たちは素晴らしい演技をしてくれるでしょうね。それを見たファンはその思いを伝えたい欲求がいつにも増して増加するのではないでしょうか。今まで自分の思いを発散することなくフィギュアスケートを見ていた人が我慢できなくなって SNS に投稿する、SNS の投稿にいいねをするなど、選手だけでなくファン同士の交流がこれにより盛んになってくるって私は思うんですよね。8. 羽生結弦選手の意識が自分自身に向くようになる。羽生選手は今や日本の大スターです。だからこのウイルス騒ぎが起きる前は人に見られたり試合で結果を出したり、そういうことが知らず知らずのうちにちょっと自分で負担になってどう見えてるのかっていうところに意識がいっている部分があったのではないでしょうか。でもこの状況になって日本で家族と過ごし、一人で練習する毎日を送っています。そうなると自分がどう見えるかよりも自分がどう見せたいかということに意識が向いてきます。今までの雑念のような周囲の視線から放たれた状況を長く過ごすことで自分自身の核が出てくるような気がします。全日本選手権で見せた羽生選手の姿は今までよりも柔らかい雰囲気で以前と明らかに違っているところがありました。このことが演技にまで反映されているような感じがありましたので、もっと反映させていくと今までとは違う羽生選手の内面が見えるような演技をしてくれるのではないかと予想します。9. 演技構成点の得点の出方が変わる。これはジャッジ目線と選手目線の話です。今まで演技構成点は技術点にある程度影響されているところが多かったように感じています。実際の演技構成点っていうのは出ていないと私は思います。でもこのウイルス騒ぎの影響で人は演技構成点の大切さを感じるようになっているはずです。それはフィギュアスケートというものをわざわざ見ている人が何のために見ているのか、それは技術の凄さもあるけど人の心を動かす何かを求めているから見ているっていう根本的な理由が大切だっていう風潮になるような気がするからです。そのような大きな流れっていうのはジャッジの得点にも反映されていきます。世の中の、そしてフィギュアスケートの流れを受けている代表がジャッジだからです。ジャンプの構成が恐ろしく高い今だからこそ演技構成点が大事な要素になってくるのです。10. 選手とファンの距離が縮まる。選手は今まで海外で練習したりいろいろ忙しい日々を送っていたためファンとの交流をするっていう余裕がありませんでしたよね。でも状況は一変したので選手が積極的に発信したりファンが自分の演技をどう見ているのかを知りたいっていう余裕が出てきたのではないかと思います。そうなると今までの試合やアイスショーでのやり取りの他にも様々な発信をしてくれるようになるのではないでしょうか。2020年宇野昌磨選手、本田真凜選手が YouTube チャンネルを開設しているのがその始まりかなって思ったりしています。私もこの発信を楽しんでいる一人なので選手の発信やファンとの交流が増えるのは本当に嬉しい変化だなっていうふうに思っています。まとめると2021年フィギュアスケート界に起きる10の変化。1. 女子選手のプログラムの男子化。
2、羽生結弦選手の注目度が増す。3、国際大会で男子シングルが試合の取りではなくなる。4、世界最高得点の更新。5、アイスダンスの放送が増える。6、衣装がシックな色やデザインになる。7、ファン同士の SNS でのやり取りが増加する。8、羽生結弦選手の意識が自分自身により向くようになる。9、演技構成点の得点の出方が変わる。10、選手とファンの距離が縮まる。いかがだったでしょうか。今日は2021年フィギュアスケート界に起きる10の変化というテーマでお話ししてきました。今年もフィギュアスケートの様々な話題について動画を作っていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。では、今年初のプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。右衛門でした。さよなら。